はいどうも、いつきんです。本日の動画は昨日発表された月影キャラ、英語の漂流者ルートビヒの解説を行っていきます。闇ルートビヒなんですが、明治ですね。そしてステータスは攻撃力の高いロイマスタングとか制約のルートビヒと同じステータスとなっています。刻印集中がクリティカル発生率ということで、凸ができればさらにステータス火力を盛ることができるキャラクターとなっています。さあ、それでは肝心のスキルを見ていきたいんですが、かなりすごいキャラクターと今回もなっているので見ていきましょう。まずはスキル3ですね。敵全体攻撃で敵味方が根力解放を使用した時、自身のアクションゲージを 20% アップさせ、このスキルの防御力貫通効果が 30% アップ。貫通アップ効果は最大2回まで累積されるとなっています。初めての根力使用に反応する効果となっていて、敵味方という条件があるんですけど、基本的には自分の味方側の最速英雄からのコンボが想定されます。貫通効果に関しては自身が根力を使用しても適用されるので、実質防御力 60% 貫通の全体攻撃を行えるという感じのスキルになっています。続きましてスキルに敵単体を攻撃した後、自身に命中率アップを2ターンの間付与し、スキルダメージ無効を1回付与、そして根力解放効果として自身に付与される強化効果を1ターン延長し、自身に追加ターンが発生するとなっています。命中率アップによって回避英雄にも対応したクリーブが可能になります。根力を使うことで強化ターン延長と追加ターンを獲得できるので、後に紹介するスキル1と合わせて自己バフを維持したままスキル3までつなげることが可能です。そしてスキル1、敵単体を攻撃し、自身に攻撃力アップを一旦の間付与する。これだけだと普通の攻撃なんですが、なんとこちらにも根力解放効果がついています。これはミスとかではなく、初めての2つ根力解放効果がついた英雄となっています。こちらの根力解放効果も自身に付与される強化効果を一旦延長し、追加ターンが発生するというものになっているので、根力を使うことで攻撃力アップをスキルに使用時にも維持したまま、さらにスキルにも根力を使えばそのままスキル3までつなげることができるということで、初めてのスキル1から3までを一ターンで行えるキャラクターとなっています。はい、というわけで、評価というか解説なんですが、完全にクリーブ専用英雄という感じで、最近はクリーブの数がかなり減っていたりとか、受けも多彩なキャラがね、多くなっていたので、割と受けるのも成功しやすいっていうような環境だったと思うんですけど、そのためのテこ入れキャラかなという感じですね。根力使用スキルが2個あるので、ダグエルを積みまくれば、今までにないほどの火力が出ると思います。その分反撃リスクが増えます。すべてのスキルに反撃負荷がついていないので、攻撃すればするほどエルブリスだったりとか反撃のパッシブだったりが発動するリスクがどんどん増えていくので、この辺 RTA で使うんであればピックの腕が問われそうかなと思います。そして起点となるであろう英雄はジオとラン、この辺りになるかなと思います。特にジオに関しては最速であることと根力が10で使用できるので、ルートビヒの引き上げ役としては非常に最適なのかなと思います。そしてランも相変わらずね、クリーブの起点で使われますが、根力使用によって効果抵抗無視でゲージアップ阻害効果のある烙印だったりとか防御力ダウンっていうのを入れれるので、よりこのルートビヒの火力支援ができると。例えばルートビヒに根力を1回しか使わないとしても、代わりに防御力ダウンを入れれるので、その分スキル3の全体攻撃が生きてくるというような使い方もできるので、全ての根力をルートに使わなくてもいけるという点ではランも非常に強い英雄だと思います。そしてジオに関しては相性のいい英雄にジャック王だったり木のユピネがいるので、それプラスルートビヒっていう風に火力を使い分けることでクリーブの卓がさらに広がって、受ける側としては非常に厄介なことになってくると思います。そして注目すべき点がもう一つ、公式の紹介動画でもある通り無償根力にも反応するので、ゲージアッパーでも使える南国のイセリアだったり
消滅が使える0帝との組み合わせも相手によっては選択をすることができます。ここまで見たり解説をしていくと、完全にクリーブ用かなと思われがちなんですが、実はですね、ちょっと注目すべき点がもう一つあります。スキル3の根力に反応してのゲージアップ効果。さっきね、最初に味方の使用が基本的になるという風に言ったんですが、一応敵にも反応するので、例えば今で言うとルアとかナユルみたいな根力スキル3を絶対に使いたいっていうような英雄に対しては強力なカウンターキャラになります。根力を使うことでルートビヒが 20% アップして割り込んでくるので、その後自前の根力を使用してターン延長を解除してスキル3で強力な攻撃をカウンターすることができるというような使い方もできます。とは言ったものの、おそらく主にクリーブで使われるのかなと思うので、今後のこの実装以降の RTA では新たなクリーブの対処が必要になってきそうです。例えば追加ターンをこのルートビヒは使って初めて進化が得られるので、追加ターンメタである光ドミニエルだったりとか、反撃とかゲージアップメタである光ランディ、闇ユピネ、あとはクリーブの代名詞であるクリ抵抗を持っているシェナなんかを出すことで主な対策になってくるのかなと思うんですが、正直卓がどんどん広がっていくクリーブなので、なかなかこう瞬時にね対策キャラを出せるのかって言われるとめちゃくちゃ難しいと思うので、僕は本当に心配でしょうがありません。はい、それでは最後に引くべきかどうか、この質問はですね、やっぱりどうしてもね新キャラが来るたびに、来るんですけども、クリーブをしない人、クリーブって何なんだっていう人もねもしかしたらいるかもしれないんですけど、さっき言った通りランがめちゃくちゃ速い人、300超えているランとか、ジオを持っててジオから、ジャックオーとか木のユピネとかのコンボを使ってる人、こういうクリーブをしない人であれば引かなくても全然いいと思います。課金が豊富にできない限りは節約して次の月影までに神秘メダルを貯めておく方がいいと思います。で、僕はですね、残ってる神秘が2000枚弱あるので、それでチャレンジして出なければ諦めようかなと現状では思っているんですけど、さっき言った通りルアとかナイルの根力カウンターとして使えるんであればちょっと興味が湧いてきているんですが、第一印象では引かなくていいかなという感じです。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんの感想もですね、昨日ねライブ配信で同時視聴したのである程度意見とかも、出たんですが、ぜひね見てない方はコメントで、感想をお書きいただければと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。